皆さんこんばんは、バーネコマタヤナライです。いつも番組をご視聴ありがとうございます。サントリーさんの商品が4月1日から値上げする話はもう皆さんご存知だと思うんですけども、ウイスキーが好きな人たちからするととっても悲しいニュースでしたね。今回は皆様がご自宅で作れる最強のコスパウイスキー、これをご紹介したいというふうに思います。特にチタが好きな方には朗報だと思います。皆さんグレーンウイスキーってご存知ですか？グレーンウイスキーはトウモロコシとか小麦とかライ麦とかの穀物を主原料として連続式蒸留機で蒸留されるウイスキーです。軽やかな味わいでほのかに甘い香りがするんですね。飲みやすいのが特徴のウイスキーなんです。そのグレーンウイスキーの代表格が今や知らない人はいないんじゃないかなって思うんですけども、チタなんですね。現在チタは4000円で4月からはなんとね6000円になってしまうんですよ。もう一気に 50% の値上げですよね。もう高い、もう高すぎるそこで今回おすすめしたいのがカナディアンウイスキーです。世界5大ウイスキーのうちの一つと言われているカナディアンウイスキーなんですけども、これ実はねチタと同じグレーンウイスキーなんですね。じゃあどの銘柄を飲めばいいのって話ですよね。今回ご紹介するのはカナディアンクラブクラシック12年です。メーカーの小売価格は2200円なんですが、私は1700円で買えることができました。4月の値上げ後の価格でも2420円と約 10% の伸び率なんですよね。およそチタの半額以下で買えます。ではその味わいを確かめてみましょう。この色合い美味しそうですよね。かなり琥珀色ではいただきたいと思います。サルー。12年の熟成が織りなすメープルシロップのような樽化と豊かなね穀物の香りがします。コクがあってまろやか、そして余韻が長い、甘さが結構いつまでも続きますね。では皆さんが大好きなハイボールでもね試してみたいと思います。グラス用意していただきます。スルー。ハイボールにしてもやっぱり色の濃さがすごく目立ちますね。いただきます。ハイボールにするとストレートで飲む時よりはやっぱりすっきりしてしまうんですけども、それでもやはり芳醇で甘みを感じます。余韻も長いですね。じゃあちなみにチタも飲んでみましょうか。やはり色合いで言ってしまうとカナディアンクラブの方がね色は濃くて、こっちの方が色が薄いな。ではいただきたいと思います。ザルー。なるほど。やっぱり香りは華やかですね。そして芳醇さもある。美味しいです。メープルシロップというよりは柑橘系の酸味とちょっとね蜂蜜のような甘さを感じるかな、僕は。あとね、これ言って伝わる人はどれだけいるかわからないんですけど、もうねサントリーさんの味がします。僕はもうこれに尽きるな。もうサントリーが作った味だってすぐ分かりますね。カナディアンと比べるとキレがある。甘さの余韻が短いんですよ。甘いなと思ったらスッていなくなっちゃうんです。キレがあるから確かにね食事をしながらのハイボールとかロックしたりするときは合うかもしれない。でもそれで言うとカナディアンクラブは通常のタイプの方が食事にはいいかもしれない。
こっちの方が飲み口が軽やかなんで食事に合うと思います。年数表記ってしてないんですけど、これ6年ものだと思っていただいて間違いないです。こちらは値上げ後も値段が安くって1680円で購入できるんですね。でもなんでこんなにカナディアンって安くてそして美味しいのっていうふうに思うじゃないですか。カナディアンクラブもね、これは闇になるのかな。でもみんな知ってると思うんですけども、ね、ざっくりとねちょっとご説明します。カナディアンウイスキーはフレーバリングウイスキーっていうのとベースウイスキーっていうこの2つのブレンドによってできてるのがほとんどなんです。ただしブレンドの際には 9% まではカナダ産以外のものを混ぜてもいいことになってるんですね。例えばそれがバーボンであったり、あとフルーツブランデーであったり、あとフォーティファイドっていうんですけども、シェリー酒であるとかね、マディラワインとかポートワインとかそういうものだったりします。ちょっとねよくわからないものが入ってるっていう場合もあるんですよね。でもさ、これ僕の主観ですよ。シングルモルトウイスキーだってバーボンダルに寝かせたものを使ってるわけだし、シェリー酒を漬け終わった樽に寝かせてたりするわけだから、厳密に言えば数パーセントのお酒が混ぜ込まれてるような気もするんですよ。日本の 10% だけウイスキーを入れた焼酎よりは全然理解できます。結果やっぱ美味しくないとダメだと思うんですよ。カナディアンクラブクラシック12年は安い、そして美味しい、これにつきますね。自宅で飲むウイスキーとしては1本あってもいいんじゃないでしょうか。僕最初に言いましたけどコスパなんですよ。ただ安いだけだったらね、それこそ地雷系のウイスキーね買っていけばそれはそれで安いだと思うんですけど、コスパですからこれ1本ぜひストックしても損はないと思います。あとはね、食事に合わせたい人は通常のカナディアンクラブもおすすめです。いかがでしたか。今週はウイスキーの話でした。来週あたりはね、そろそろカクテルをね紹介したいなっていうふうに思ってますので、どうぞお楽しみに。じゃあまたね。